どうも、こんにちは。デミコです。っすね、今日はですね、冬も近づいてきたっていうことで、っていうかもうね、ほんとなんか、もうほとんど冬だよねっていう感じなんだけど、暖房つけてるしね、もうね、早速。まあね、今回はね、冬物行こうかな、そろそろ。っていう感じですよ。感じでございます。でね、ちょっと、今までね、ちょっとね、ほら、小物系がちょっと多かったんで、ちょっと今回はね、身につけるものですね。そっち行こうかなと思って、で、こんなものを書いてみました。また自分で、ちま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 ね、こうね、修正液とか使いながら、ちまちま書いたんですけど、ちょっと考えてね、今回はちょっと、こんな感じで三角ショールを編もうかなと思ってます。でね、この三角ショールね、これしか書いてないやんって。何段目って11段目までしか書いてないんだけど、でもここまでで十分かな。なぜなら、この後は繰り返しだから、っていう話ですよ。で、気が向いたらちょっとまた、模様入れようかなと思ってんだけど、とりあえずね、ここまでね、ちょっと今日は進めず、その後のことは、また、ちょっと繰り返しながら、先々考えていこうかなっていうことです。はい。で、ですね、これはまあ、自分でまあ考えたやつですけど、って言ってもね、基本的にはもう長編みと細編みと鎖編みだよね。で、もうできちゃうよっていう感じで、めんどくさいことは全然やりません。簡単に編めるっていうことでね、今回使う毛糸、じゃん。すっぽり待ってます。はい。こいつを使おうかなと。で、ね、この前買ったのとちょっと色違うよねって思ったけど、見たら、このカラー番号がやっぱりちょっと違ったんで、やっぱ違うやつっていうことなんで、で、これはね、薄い方だよね。薄い方。ね。こっちをね、使って。で、450メートルあるから、まあ、編めるかな。編めなかったら編めなかったで、もう一個の方をね、ちょっと足しても似たような感じなんで、まあいいかなと思って、まあ、この薄い方からね、ちょっと使っていこうかなと思います。はい。で、これ、ね、この前ご紹介したカチヤ。ね、これイタリアって書いてあるけどさ、メイドインイタリーって書いてあるけど、どうもスペインのメーカーらしいね。私もよくわかんないんだけどさ、スペインのメーカーらしい。で、毛はイタリア製っていうかね、作ってんのはイタリア。そうだね、書いてあるカチヤ。書いてあるじゃん、ここに。中入ってたから見なかった。バルセロナって書いてありますわ。スペインだね。だからスペインのメーカーで、ケイトはイタリア産中古です。で、ガレリアノンストップクリエイティビティだからね、やめちゃいけませんよ、皆さん。続けてください。はい、ノンストップ言われてますからね。はい。というわけで30、間違えたとこは30だよね。52%、ウール、48%アクリルでございます。で、糸の太さ3.5から4っていうことなので、今日は、つまりだな。どれだ ?4、違う、7号。7号を使っていこうと思ってます。ね。いいんじゃない？ちょっと、これね、あったかそうで。はい。というわけでございますですよ。これ使っていこうかなと。ね。これちょっとすっぽり、このサイズ。割れるよね、これすっぽり。いいじゃん、これ。動かなくて、本当に。ね。ということで、真ん中からちょっと、毛糸出そう。いいね。あ、出てきて。もう早速、あ、違うよ、これ外の毛糸だ。早速、あ、出てきてね。いいね。これで、スポッとはめる。スポッとはめる。なんかここ通さなくてもいいかなっていう気もしないでもないけど、これだったらね。ね。でもヘロヘロになってきた時のことを考えるとあれなんで、ちょっと通しとこうかな。一応。いいね。通しとこう、やっぱりね。こういう感じで。はい。じゃあ早速、始めていきたいと思います。というわけで、最初の輪。私ね、最初の輪のところがあんまり広がっちゃうの嫌なんで、今回は、とりあえず、鎖で4つ ?1、2、3、4、まあこれでいこうかなと。輪を。ね。これでいこうかなと思ってます。で、ちょっと待って、最後のやつがなんとなくでかい。4つでいきます。4つでいって、こう入れて、最後のところに入れて、引き抜き。これは OK みたいなね。で、早速いきますよ。最初のところ。これはね、この輪の中に入れて、まず、鎖に3で立ち上げる。3で立ち上げて、で、その後1個、そして
間違えた。長編み。長編みを、最近細編みばっかしてるから長編みがこれで入れて、だよね。で、2個編んで、ね、これちょっとゆったりめに編みたいんだけどさ、まとめように力入っちゃったりしてね。ね、これで、1個編んで、で、1つ。これで1段目終了。これで1段目、この一番のこの中心のところっていうのかな。いう感じになるんだけど、こんな感じ。で、これで次。編んだから次、1、2、3でひっくり返して、1個編んで、ね、こういう感じで、どんどん編んでいきます。ここはもうあれだよね、基本的だよね、なんとなく、この辺。うん。で、次のここ飛ばして、ここを入れて、2、3、このグラニーみたいなやつだよね。入れて、で、2個編んで、これが中心のところね、三角の。ちょっと待って。こんな感じで。これ結構早く編み上がるんじゃないかな、でも。前ね、同じような感じで三角ショールをね、細いコットンのやつで編んだんだけど、それむっちゃ時間かかって、やっぱ細かったから、編むのに時間かかるからさ、やっぱりさ。でもこんだけ太いと、あれサクサクだね。これすぐ編み上がっちゃうかもしんない。なんつってね。というわけでね、これね、今回ね、一気に編むんじゃなくてね、編み始めましたっていう形で、3でしょ。で、1個編んで1個だ。編み始めましたよっていう形でね、いつ編みられるかちょっとわかんないけどね。うん。ちょっとこんな感じでね、やっていこうと思いますね。ね、楽しみ。色がとにかく楽しみ。どう変わっていくか。ね。で、これで、もう普通にこれをね、5段。5段。ちょっと待って。熱くなってきた。暖房消しました。足で。はい。足元にあるで。うん。ああね、色がいいよね。これね。もうすぐ変わってくる。嬉しいわ。で、こういう感じで、どん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 編んでいくわ。さあ、皆さん。早速ね、新しいフランスのニュースでございますですよ。今日日曜日。今日日曜日です。で、昨日の夜から、夜間外出禁止っていうのが始まりました。ですね、外出禁止になる地域はパリ周辺含めるイル・ド・フランスっていうね地域なんですけど、パリ含めた周辺の都市ですね。それプラス、地方の大都市、どこかな、北から行くとリール、その下どこだろう、パリ、待ってね、リヨン、モンペリエ、あとどこだ、なんつって、そんな感じでね、夜の9時から外出禁止でございます。外出禁止にして何が防げるんだって話なんだけどさ、要は今もうバーは閉まってるわけですよ。バーはね、全面閉鎖で、バーに行くなっちゅう話でね、レストランをね、要はね、8時半に閉めろっつうわけですよ。8時半ですぜ。8時半に閉めろと。お客が帰ることを考えて。まあもちろん仕事でね、どうしても出なきゃいけない人ってね、例えばそのレストランで働いてる人だって同じだけどさ、ほんな8時半に閉めてさ、9時にさ、レストランの働いてる人が家に帰れるわけもなくて。だからまあ、仕事でね、出てる人はね、しょうがない、そういう許可証を持ってればね、まあ、本当に昼間の外出禁止やってた時と同じ感じになるんだけどさ、その書類持ってれば OK っていう話らしいんだけど、なんかね、もうね、9時半じゃないや、9時以降外出ちゃいけないって、もうなんだよってね、本当に。それでなんか意味あんのかなって私また思ってんだけどね、実はね。知らないけどさ。まあでも、そう言われたらやるしかないから、まあやるんだけど。
だって捕まったらね、またね、135ユーロ取られるからね。1万5千円だからね。何の理由もなく9時以降、外出てたらいかんわけですよ。ああ、ね夏休み中ね、みんなね、何も考えないで遊んでたからこういうことになるんだわ、本当に。本当そうだよ。だからね、うちの家人なんかもね、仕事がどうなるんだろうって心配してたんだけど、まあイベント系なんだけど、イベントっつってもそうだね、残る仕事はあるんで、残る仕事っていうかもその9時以降はできないけど、でもまあその時間までにできることっていうのはあるんで、一応劇場系の仕事とかね、そういうやつだったらまあ OK っていう話らしいんですけど、で、あとはなんだっけ、6人以上集まっちゃいけないと、外でも中でも。うん。でもね、これからまあこの週末からまたバカンス、2週間のバカンスね、秋のお休みね始まってんだけどね、それはね、皆さん普通にいつも通り過ごしてくださいって、おいおいおいって、家族で集まって6人以上集まるとこどうすんだよって話でさその辺どうなってんのっていう。でもそんなのみんなお構いなしでどうせ集まるんだろうけどさ、でまたこのね2週間のバカンスでまた広がるんだわきっと、知らんけどねえ、どうすんでしょうね。いつまでたっても終わりが見えないよ。でさ、このバカンスが終わってだよ。で、また、感じが増えた、ギャーギャーギャーつって、じゃあどうしよう、こうしよう、つって。一応だからね、この夜の外出禁止ってのは、一応今のところ4週間って言われてんだけど、手始めにって感じだから多分伸びると思うの。で、またその後ね、今度はね、クリスマスのバカンスが来るわけですよ。で、クリスマスのバカンスもね、またこれね、普通に皆さん過ごしてくださいって、いつも通りに過ごしてくださいなんつって、また家族同士集まって、友達同士とか集まって、親戚同士集まって、またワイワイガチャ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 やってさ、で、また増えるっていう、その繰り返しだよね。っていうかね、この国ね、バカンス多すぎ。マジで。だって1ヶ月半おきだよ。1ヶ月半おきに2週間のバカンスなんだから。でもそのたんびにだから感染が広がっていくわけですよ。言ったらね。うん。こんな感じで。はい。1、2、3、4。これ5段。1、2、3、4。これ5段まで編みます。ね。で、ここ端っこ来たら、3個で立ち上がって、1目編んで、で、ここに3回長編みを入れて、で、鎖編み1つで、隣のここに長編みを3つ。ね、この繰り返し。この段まではこのような繰り返し。この後変わります。ね、いきなり編み物の方に説明言ってんけどさ。いやー、どうすんだろうね、本当に。だからね、もうなんていうの、私なんかはね、なんかもうマスクなんか慣れちゃったからさ、別にしてて気にならないっていうか、眼鏡かけた時だけ気になるけど、ね、サングラスかけたりする時だけ曇るからさ、気になるけど、それ以外はあんまり気にならないっていうか、でもやっぱり、ね、フランス人なんか見てるとすぐ外したがるよね、やっぱりね。ああ、苦しいとかさ、ああ、もう嫌なんつって外したがるけど、私なんかつけてることも忘れちゃうぐらい。あ、そっか、つけてたっけ。その昔つけてないことも忘れてるけどさ、なんて言うんだろうな、あんまり出かけないじゃない。うん。で、つけたらつけたで忘れるんだけど、外したら外したでまた忘れちゃうんだよね。だからあれ気がついたら、ああ、つけてなかったみたいなことはあるけどさ。でもつけたらつけたでも OK だから別にそんなには気にならないけどね。早いわこれ。やっぱり毛糸が太いといいね。夏用のやつを編んだんだよね前ね。細い綿の糸でね。めっちゃ時間かかったわ。でね、これをね、どのぐらいの大きさまで編もうかまだ全然決めてなくて、毛糸によるかなと。とりあえずこの一玉が終わるところまでね、多分編むと思うんだよね。だいたいこの玉が終わるところまで。450メートルでしょ。多分そのぐらい普通に使っちゃうと思うんだ。結構ね、大判が好きなんでしょ。大きいのが好きだから。ね。でこれいいね、でも結構。いい感じで色がチャカチャカ変わっていく感じで。これいいっすね。で、もう一個のやつはさ、やっぱりグラデーションのやつだったんだけど、ね、それはなんか、変わるまですごいゆっくり変わっていくから、なかなかもうこの程度編んだぐらいじゃ全然色変わんないぐらいの、もうこのぐらい編んでいかないと変わっていかないって。一回変わったらもうその先どんどん変わっていくんだけど、最初がなかなか変わんなくて、まだっていう感じだったけど、さあ、5段目まで編みました。1、2、3、4、5。ね。5個編みました。ね。ここにも書いてあるんだけど、次、どうするか。次はね、飛ばしで、細編みですわ。1でしょ。
1編んで、で1個編んで、ここに1個細編みでいいんだよね。私そうやって書いたよね。1段編んで、そうそうそう。でこれでこう間違えた早速間違えてる。入れて鎖編みをして1個飛ばして、細編み鎖編みをして1個飛ばしてここに入れる。そして、ね、鎖編みして1個飛ばして真ん中、この 3つのやつの真ん中を編んで鎖編み、そしてこの穴を編んで鎖編みで、この3つの真ん中を入れて鎖編みで、ここを入れて鎖編み。これをね、間違えた。1真ん中入れて、で次ここで2番目に入れて真ん中で、ここ来たら1個鎖編みしてもう一回入れて2個編んで、あ違う、ここはいいんだ。でここに来たら鎖編みして1個鎖編みしたら、違う、1個細編みしたら2個鎖編みで、細編みをもう一回入れて鎖編みで真ん中を細編み鎖編み、ここ入れて鎖編みで真ん中細編み鎖編みで細編み鎖編み、これですよ。これをずっと、これはね、とりあえずね、今度ね5段やっていきます。簡単。これでずっと編んでちゃうようなもんで、これはね楽だよねこれは楽だよ。でこう来たら1個編んで鎖編みして、もう1個細編みをして立ち上がりひっくり返して1個もう1個編んだら、今度ここだよね、この間ここに入れてどんどんこうやって編んでいく。このね、さっき鎖編みしたところに、だから1個飛ばしのね、なんつったっけ、ほらまた忘れてるし、せっかく押して米編みかをこうしていくわけです。せっかくねこの前教えてもらったのに忘れちゃいけないよね。米編みってやつですね。だからね、ここあったね、こんな感じでずっとね続けていこうかなと思ってるんですけどね。ほらこういう感じで角っこがついてね、こういう感じでございますですよ。ね、いいねこれね。いやでもなんか7番で編むのも悪くないけど、もうちょっと、ね、8番とかでゆったり編んでもいいかもしれないねなんて言い始めたらまたねあれだから、ちょっとこのまま編むわ、ゆったり。そう、これでこのままゆったり編めばいいんじゃんね。キツキツに編んだらちょっとね残念な感じだから、ふわふわさせた方がいいからね、キツキツになっちゃったらね。よし、でこうだね。でね、これねほんとねこの編み方よくっていうのは、これ例えばさ、こう時々ね間違えるんだよね。こう編んでてね、こう鎖編み忘れちゃったりとかするんだけど、まあごまかせるんだよね、余裕でね。超便利だよこれ、ほんとこの編み方は本当にこれで編むとなかなかねあれですよ、ごまかしやすくて目飛ばしたりした時も、そこは利点だねこれなんだそりゃって感じだけど、これ入れて、で一目編んでもう一個入れて、で立ち上がってもう一個編んで、で次のここにね入れて、ずっとこの繰り返しというわけなので、しばらくね、じゃあねこれね、とりあえずこれ5段編み上がるまでちょっと編んでいこうと思います。はい、ここまでで5段ですね。5段編み上がりました。じゃあ次何するかっちゅうとですね、次はね長編み1個飛ばしの長編みでございますですよ。1、2、3、
で1個編んで、ここです。これをね、間にねこう入れることでね、ちょっとねふわふわ感が、ふわふわっていうか、なんて言うんだろうな、ちょっとなんて言うんだろうな、こう遊びができるっていうかね、この感じがね、私はいいんですよ。なんかなんていうのかな、ずーっとねこの細編みでやっていくと、こういうちょっとなんかこういう感じだけど、やっぱ柄っぽくなるじゃん、少しこれ入れるとね、っていう単純な理由なんだけど、一段だけこれをね入れるんですわ。また間違えた。そう、一段だけこれを入れる。で、なんて言ったってほら大判がね好きだから、ワシャーとクシャーとさせて、なんつうのかな、穴からなんつうのかな、抜け出てくるような風は気にならない程度にクシャッとなる感じの大判がいいっちゅうか、わかるかな言ってること。穴開いてるとなんかスースーしそうじゃん。でもなんつうのかな、クシャッと寄せてつけるっていうのそういうのが好きなので、これでやったら一段だけねこれ入れると、そんなに気にならないかなみたいなと思ってんだけどね。柄だよね。だからね、柄をこんな感じで入れていくっちゅうね。そしてもう技術的な難しいことは何もない。もう本当に細編みと長編みだけでやっていくっちゅうね。めんどくさいからねいろんな編み方考えるのも。なのでこれだけでもね結構いい感じでね。でここ入れるっしょ。でここだけは1個入れて、もう一回長編みをして、それから2個で長編み1回入れて、もう1個編んで、もう1回入れる。そうすると数がね3段、要は3段分編むようなもんだから、一気にね。だからこれね言っちゃうとね、3段っていうか、一応だから長編みでしょ。長編みの時はこっち行くと 4個ずつ目が、片方だけだけど4個ずつ目が増えてくるんだけど、これだけだとね2個増える。細編みだと2個ずつ増えてく、ここの片方がね。だけど長編みにすると4個増やさなきゃいけないから、そうなるとここでねこうやって増やしていく。ここではまあこんな感じ、普通に増やしていく感じで、ここでねもう1個増やしていく。そうすると数がねぴったし合う感じになるんで、ここで増やす。そうするとちゃんとこういう三角になる。これやらないとね、ここキューとなっていっちゃうからね。ここだけ分かってれば、あとはもうなんていうの、適当に自分で柄考えてね、目数とね数えながら、この編み方がねやっぱりね一番楽だな。ショールなんていうの、これショールなのストールなの、どう違うのかよく分かんないけど、ストールでもショールでもどっちでもいいんだけど、でこのもう細編みと長編みの忘れた1個飛ばしの長編みとこの4編みの組み合わせが一番私はなんかいいかな、好きかな。やっぱり時々ねこれ入れてもいいけどね、これも嫌いじゃないけどね。これすぐ編めるよきっと、なんつってね、どんぐらいかかるか知らないけど、でもね今年の冬使いたいからね、やっぱりねさっさと編み上げないとね。一回ほっとくとねもうねずっと編まなくなっちゃうからね。でもね大丈夫だよきっと、これ撮影してっから撮影してたら大丈夫。こういう感じでね増やして、そうこれでいいんだね。そうこんな感じで、ここで増えてバッチリじゃん。で1個だけ入れるんで、次またこれの繰り返し。これ米闇、やっと覚えたよ名前こう編んで、どんどんこうね
入れていく。楽なんだもんだって、本当にこれ。だって、なんつうの、こう、穴大きく開いてるところ編んできゃいいからさ。ほんとこれ楽。マジで。ほんとこれおすすめ。こうやって、大きいとこ拾ってけばいいから。だから早いんだよね、編むのがね。本当に。これね、編む時のコツはもうあれだよね。コツっちゅうほどでもないけどさ、これ右手でこっちを押さえるっていうね。こうやって。こうやって押さえてると、もうほんと楽にどんどんジャカジャカ編めていっちゃうから。で、引っかかってないじゃん。そう。だからね、イルド・フランスっていうね、そのパリの周辺の、うちもね、前まではね、なんつうの、あれと、一番赤いところで、レッドゾーンでやばいって言われたところからうちは外れてたんですけど、イルド・フランスって言われちゃうとうちも入るんで、まあ当然うちもね、だから9時以降は外出禁止なわけですよ。うん。だからパリにね、行ってもね、9時までに帰ってこなきゃいけないっていうね。うん。まあそんなにね、なんつうのかな、遅くまでパリにいることって本当に食事する以外はそんなにね、いることないんで、友達と会ったりとかね、してもね、別に会えなくなるわけじゃないじゃん。ランチとかしてりゃいいだけの話で。で、外出禁止なだけだからさ、例えばその友達ん家行ってさ、泊まっちゃえば別にいいわけでねっていうね、その時間に移動しなきゃいいだけの話だからさ。でも私の知り合いがさ、なんかブー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 なんか言ってたけどさ、それでさ、なんか夜も出れないとかつって、別にレストラン行かなきゃいいだけの話じゃんみたいな。私には何もほら変化ないからさ。うん、でもね、そのレストランよく行ったりとかしてる人なんかだとね、あれかもしれないけど、夜出かけたりする人。私なんかほらめったに夜出かけないからさ、本当に。ね、だから、確かないよっていう感じで私はふーんってだけで、完全なる昼間のなんつうの、外出禁止の時、3月から5月までそれやってたんだけどさ、その時よりはマシだろうって。昼間出かけられるしね。だってあの時は用事がなきゃパリにすら行けなかったからね。だって本当に外出禁止だから。本当にパリにも行けなかったね、用事がないと。お遊びではね、行けなかった。お買い物しに行ったり。普通の生活必需品を買いに行くお買い物だけが許されてたけど、なんつうのかな、ちょっとショッピングにパリに行こうなんていうのは許されてなくて。っていうのはだって電車に乗るのがすでにもうなんつうの、仕事行く人だけ許されてるって感じで。で、それ以外の人がなんつうの、電車乗ってるといかんかったわけですよ。うん。なのでね、ちょっと面倒っていうか、もうだからその間中全然ほとんどだから、家から出るって言ったって1日1時間しか許可されてないしさ、散歩行くのぐらいで。お買い物、だから食料品の買い出しと、生活用品、食料品の買い出しと、あとは1時間のお散歩だけですよ、認められてたのは。はい、というわけでね、ここまで進んでまいりました。今ね、ちょっとランチしてきました。はい。ですね、ここ5段って言ったんだけど、結局7段にしました。っていうのも、なんで7段にしたかっていうと、また5段でこれを入れようと思うと、また同じ色がね、これで入ってくるから、ちょっと変えたいかなと。この先もずっと7段でいこうかなと。7段でもいい感じかなと思って。5段がこの幅なんだけど、7段がこの幅。まあ7段でもいいかなっていう感じなんでね。この感じでちょっとしばらくね、次また、細編みで進んでいこうかなという感じでございます。はい。ね、これ、どんぐらいかかるかな。ね、こういうのって大体どんぐらいで編み上がるもの。前のやつはちょっと時間かけすぎたからね、ほら、編まない日もあったりとかして、それで時間かかってたから、これでも毎日編んだら多分、あれだろうな、3日ありゃできんじゃないかなっていう感じだけどね、3日でできっかな。その代わし一日中やってないとって感じだけど、そういうわけにもいかないので、分散させてね、ちょっと動画をまた上げていく感じになるかと思うんだけどね。うん。とりあえずね、だからもう、あれですよ。編み方としては、しばらくはね、この米編みですかと、あとこの一つ飛ばしの長編み。この交互でね、しばらくいく感じ。で、その後にまたこう、いくらか、ちょっと、模様を変えていこうかなと思えば変えるし、まあ、変えるかもしれないね。うん。で、またこの編み方に戻ってきて、なんちゅう感じでね、これ自由に、編んでいこうかなと思います。しかし、昨日はね、私ね、実はね、絶食しましてね、一日絶食っちゅうか、まあ、断食っちゅうか、なんちゅうか、
昨日一日ね、ほとんど食べなかった。食べたものは何だっけかな。バナナ1本とか、なんかそんな感じ。っていうのもですね、一昨日にですね、ちょっと友達とね、中華食べ行きましてね、ちょっと食べ過ぎました。ちょっと食べ過ぎましてね、最近ね、ちょっとね、私ね、もともとね、なんていうの、大ぐらいなわけですよ。食べるよ、結構食べるんですわ、食べるときね。なので、ちょっとその量をね、全体的に減らそうと思っててね、なんていうの、体もほら、なかなか動かさないから、どんどん太っちゃうからね。だから、とりあえず食べる量をいつもより減らそうっていうんで、ずっとね、ちょっと少なめに食事をね、してたらね、どうもね、胃が縮んだのか知らんけどね、なんかね、昨日か、一昨日か、むっちゃ食べ過ぎたわ、本当に。帰ってきてから、ランチをね、こう、お友達と食べたんだけれども、中華でね、いつも、私の結構お気に入りの店なんだけど、それからもう帰ってきたらお腹パンパンでさ、もう夜はまず当然抜くわね。で、昨日起きてもさ、お腹パンパンでさ、あれっつって、で、ちょっとお腹重いなと思って、じゃあお腹すくまでなんか、物食べないでお腹すくの待っとこうかなと思ったんだけど、思い立って、やっぱり今日は断食しようと思って、なんかお腹空いた時にバナナ1本だけ食べて、もう昨日はね、もう朝昼夜と、食事はとっておりません。ね。こんな感じで一日過ごして、で今日の朝からまあ普通に食べてるんだけど、まあでも一日食べないとすっきりすんだよね。やっぱり時々やるといいんだよね。なんとなくすっきりして。いやとにかくだからほら体を動かさないでしょ、あんまり。前はほらね、仕事行ってたから、それでもね、運動はしてなくてもそれなりにある程度こうなんていうの、歩いたりね、電車乗ったりとか、あと働いてるからね、やっぱある程度体を動かしたりとかするわけだからさ。でもほら今全然ないじゃない、そういうことが。だからずっと家にいるからさ、やっぱり太るよね。なんか余裕で入ってたズボンが履けなくなってきてやばいなって思って、それでいて普通に食べてたらやっぱり太るよねっていうんでね、量減らしたんだよね、食べる量をね。そうだけどね、なかなかまた減らすだけじゃやっぱりダメなんだろうな、いくらか運動しないとなと思うんだけどね。スポーツクラブとか私さ、ほら基本三日坊主なんで私、基本三日坊主です。無理です、スポーツクラブとか。ほんと三日坊主だよね。何かを完璧にこう、完璧っていうのかな、なんていうのかな、完遂したことがないって言ってもいいぐらい、何もかも中途半端なタイプの私なのでまあそれはそれでいいかなと思ってんだけどいろんなことに手を出して完遂せずに次の興味示したものにこう移っていくっていうね。それはそれでいいと思うんですよ。でもね、面白いよね。この編み物だけはね、飽きないでね、ずっとやってるよね。なんだかんだで。なんだかんだで編み物って毎年、そっか、そういうことか。多分あれなんだろうね。編み物ってさ、基本的にはさ、あれじゃない、冬のものだったから、私にとってはね。だから冬が来たらやるっていう感じだったから、夏の間って基本的にやらなかったわけよ。でも今年はほら、やっぱりね、この流行り病のせいもあって家の中にいて何にもね、やることないし、と思って。たら夏物だってね、別に編むものはあるからと思って、それでまたね、夏っていうかね、最初は刺繍しようと思ったんだよね。言ったらさ、やっぱりさ、見えないったらないわけよ、本当に。もうこっちのやつ、細かいやつずっとやってたから、それでもやろうかと思ったけど、なんか見えなくって、見えないなと思って、無理してやることもないわと思って、じゃあ編み物がいいかなっつってね。それで編み物をね、夏にまた再開して、基本的にはだから私はね、編み物って言ったら冬しかやんなかったから、だからきっとね、毎年ね、手芸の季節がやってきたっつって秋から始めるって感じだったけど、だから飽きずに毎年きっとやってたんだけどね。まあでもね、こうやってね、やり始めたらね、なんだ、結局ね、結構できるじゃんっつって、毎日ずっとほら、これにかかりきりってわけでもないしと思ってさ。ちゅうかね、むしろね、あれだよね、やることがこれだけじゃないじゃない、これ。撮影してもさ、編集したりとかってのもあるからさ。で、編集作業も嫌いじゃないからさ、別にさ。だから、別にそんなに苦にならないし。さあ、どんな感じで色が変わってくるか。ちょっとね、これがまた違う色になってきたよね。緑っぽくなってきたね。ね、緑が出てくるかな。そうだね、緑だね。イエイ。なので、これをしばらく、ね、7段編んで、これ。
長編み7段で長編み、これをね多分ね、そうだな、今そうだな、これを抜いたとしてもこっから数えて1回2回目でしょ、3回目4回5回ぐらいは繰り返すと思うんだよね多分ね。というわけでね、そこまでサクサクとりあえず編んでいこうと思います。でね、というわけでね、今日はねこんな感じで、今日はねとりあえずここまで来ましたっていう感じでね、今日の動画はここまでにしようかな。ね、あんまり長くてもね、あれだから。ちゅうことで、全部で何段だろう ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21段でここまで来ました。でね、サイズはね、どのぐらいになるか本当編んでみないと分かんないっていう感じで、多分、一玉これ編んじゃうんじゃないかっていう感じ。こんな感じでね、この先もね、編んでいこうと思います。で、ところどころでね、例えば模様を変えたりとかっていうところが出てきたらまたちょっとね途中経過取ってであと最後また取っていこうかなと思ってますね。そんな感じで今日はこのぐらいにしとこうかなみたいな。でもあれですよ、ちゃんとおいおい出してくんでね、ご安心くださいということでね。はい。で、あともう一つ、そうですね、お礼を言わなければなりませんね。前回の、動画あたりからね、登録者様数が、ぼっと、急激にこう、なんていうのかな、伸びまして、ありがたいなと思ってまして、登録していただいた方、コメントしていただいて、ね、いつもコメントしていただいている方もいらっしゃいますけれども、コメント、それと評価の方ね、いただいてて非常にありがたいなと思ってます。で、励みになってるんでね、毎日楽しく、コメント見させていただいたりとかしてるんですけど、非常に喜びますので、もし何かあれば、コメント残してください。で、ですね、もし何か、ご要望ってわけではない。ご要望とかね、ご要望っていうのかな、なんて言うんだろうな。なんか聞きたいこととかね、いろいろ、何でもいいんで、あったら、質問してみてください。可能な限り、お答えしていこうかなと思ってますので、そういったことも、お待ちしてます。で、編み物に関することなんかはね、そんなね、私はもう趣味でやってるだけの範囲なんでね、あれなんですけど、でもなんかね、いろいろエピソードとかね、あと、しょうもないことを喋ってる中でね、ちょっとしたフランスのこととかね、なんか質問あったら、そういうのもお答えしますんで、はい。なので、これからもね、こんな感じで、基本、おしゃべり、作業ということで、続けていこうと思いますんで、で、ちょこっとね、私こんな感じで編んでますよ、的なね、紹介っていう感じですね。教えるっていう感じじゃないんで、私は本当に。なので、楽しく編み物をしようっていう、そこですからね。私、初心者ですけどっていう方も、私の編み方見てもらって、ちょっとごまかしてねとかちょっといい加減じゃねっていうところがあっても、結構そんな感じで編んでるよっていうんで、なんだ、こんなんだったらできるじゃんっていう風になってくれたら嬉しいなと思ってるんで。というわけで、なんだろうな、かっちりした、ね、基本の編み物とか、もうそういうの、もともとのちょっとした基本っていうのは確かに大事かもしれないけどね。あとはもう自己流で、編めるようになればいいんじゃないのって思ってるんで、こんな感じで私も、ごまかしながら編み物してるんで、皆さんそういう感じで楽しんでいただければいいなと思ってます。じゃあ今回はこんなところでっていう感じですけど、次どこまで行ってるか分かりませんが、ぜひまた、途中経過取っていきたいと思います。では本日は、ここら辺までということで、じゃあ、さよなら。